皆さんこんにちは、こんばんは、りょうです。今回は人生で一度は訪れたい場所として常に上位にランクインする上高地をご紹介します。上高地は北アルプスの南側に位置し、穂高岳から焼岳に沿って流れる清流あずさ川を中心とした長野県にある日本を代表する景勝地です。標高約1500メートル、全長約10キロにわたる遊歩道沿いにはダイナミックな山や川、神秘的な場所など様々な景色が次々と姿を現します。そしてこの動画では大正池から明神池までの約7キロの区間について散策ルートや各絶景ポイント、トレッキングにかかるリアルな所要時間、休憩所や食事場所などをご紹介しますので、これから上高地旅行を検討される方のご参考になれば幸いです。それではご一緒に上高地を散策している感覚で行ってみましょう。まずアクセス方法ですが、自然環境保護のため上高地には自家用車で立ち入ることはできません。上高地へ行くには主に3つの方法があります。1、マイカーとシャトルバスで行く。2、東京、名古屋、関西方面から直行バスを利用する。3、電車とバスを利用するです。まずマイカーとシャトルバスを利用する場合、2つのルートがあります。松本方面からは松本インターチェンジを降り、国道158号を経由して沢安駐車場へ、そこからシャトルバスで約30分。岐阜方面からは高山を経由し、平湯温泉近くの阿寒棚駐車場へ、こちらもシャトルバスで約30分で上高地に到着します。次に公共交通機関を利用する場合、東京からですと新宿バスターミナルから出る直通バスが便利。およそ5時間半、乗り換えなしで上高地バスターミナルに到着します。電車をご利用の場合、松本駅から松本電鉄で新島島駅まで行くと、そこから上高地行き直行バスが運行されています。途中コンビニで朝食を買い、沢安駐車場へ朝7時前に到着しました。ちなみに新島島駅手前のセブンイレブンが最後のコンビニになりますので、朝食や軽食を購入する場合はご注意ください。はい、そしてこちらが沢安駐車場です。平日の早朝なので一番近い駐車場に停めることができましたが、翌朝9時半ごろ帰るとき、この駐車場はほぼ満車になっていました。まずはバスチケットを購入しましょう。シャトルバスは30分おきに運行しているので、慌てなくても大丈夫です。ここから先がマイカー規制です。はい、大正池に到着しました。ここにもトイレがありますので、バスターミナルで忘れた場合は立ち寄ることをお勧めします。寒っ。シャトルバスはかっぱ橋手前の上高地バスターミナルまで行きますが、そこから大正池と明神池を回るのはとても効率が悪いので、大正池で降りてかっぱ橋を目指すルートがおすすめです。初っ端から素晴らしすぎますね。そして晴れてくれてありがとうです。こちらが1915年に噴火した焼岳で、大正池はその泥流が川をせき止めて形成されたようです。水面に反射している山が穂高岳ですね。綺麗な空気を思い切り吸って上高地トレッキングの始まりです。遊歩道を歩いていると目に映る全てが美しくて、ついつい足を止めてしまいます。こちらはマガモのつがいでしょうか。気持ちよさそうですね。大正池からしばらく進むと、焼岳を背景に澄んだ清流が悠然と流れる霞沢岳押し出しが出現しました。倒木と枯れ木が上高地らしい風景を演出しています。この辺りは霞沢岳からの砂礫によって作られた地形のようです。大正池から景色を眺めながらゆっくり歩くこと約20分。田代湿原が出現しました。まるで穂高岳まで続いているかのような大湿原。広大な湿原はおそらく野生動物の楽園ですね。そして田代湿原を右へ進むと田代池があります。
この池は霞沢岳の湧き水により形成されているようで、透明度が半端ないです。それでは湿原の中を通って次のポイントへ向かいましょう。おっと、すみません。鳥のさえずりと森の空気が心地よくて、体の底から安らぐ感じがします。次に目指すポイントは田代橋です。しばらく進むとあずさ川が見えてきました。私たちは気づきませんでしたが、この休憩所の奥にトイレがあるようです。こちらが田代橋です。そしてエメラルドブルーのあずさ川です。ここはあずさ川の中州になっているようで、もう一本橋がかかっていました。正直なところ、こんな美しい川は見たことがありません。穂高岳が近づくにつれ、先ほどとはまるで違った景色へ様変わりしていきます。大正池からめちゃめちゃゆっくり歩くこと約1時間半、少し開けた場所へ出ました。かっぱ橋まで残り 1.5 キロぐらいのポイントです。そしてこのあずさ川が蛇行している超絶美しい景色の反対側に、イギリス人宣教師で登山家でもあったウォルター・ウェストンさんの記念碑があります。ウェストン碑の近くにトイレがあったので寄ろうとしましたが、なんと閉鎖中でした。サワンドバスターミナルから一度もトイレに行っていないので、めちゃめちゃ焦りましたが、かっぱ橋までもう少しですので、なんとか頑張ります。少し歩くとホテルなどが立ち並ぶ場所へ出てきました。こちらはアップルパイが大人気のカフェのようです。はい、そして上高地のシンボルかっぱ橋に到着しました。大正池から超絶ゆっくり歩いて2時間ちょっとで来れました。じっくり景色を楽しみたいですが、まずはトイレを目指します。トイレはあずさ川の南岸へ渡ると右手の方にありました。チップ製のトイレのようですので、カッパさんに感謝して使用させていただきます。トイレから戻ると、嫁さんが美味しそうなソフトクリームを食べていました。美味しそうですね。ここでは雄大な景色を前にソフトクリームやビール、軽食などを楽しむことができます。それにしてもすごい場所です。穂高岳からエメラルドブルーのあずさ川が悠然と流れ、焼岳に向かっています。世界中から観光客が訪れていますが、世界遺産ではないので、まだまだ穴場の景勝地なのかもしれませんね。かっぱ橋前のお土産屋さん2階に5000ジャックキッチンというレストランがあるので、今回はここで昼食をとります。11時オープンですが、気合を入れて開店前に入り口で待機していました。人気のレストランなので順番受付の機会があります。早めに入った理由は、かっぱ橋を眺める特等席でランチを食べるためです。私が注文したのはこちらのビーガンカレーです。香辛料が本格的でとても美味しいヘルシーカレーでした。嫁さんは小食なので唐揚げとビールでした。この日はホテルでスイーツやフレンチも予定しているので、賢い選択ですね。本日宿泊予定のホテルで事前チェックインをしたところ、かっぱ橋近辺のショップやレストランで使用できる割引券をいただいたので、早速使っちゃいます。絶景と美味しいランチを楽しんだ後は、午後のトレッキングへ出発します。目的地は上高地で神聖な場所とされる明神池です。かっぱ橋から明神池までは片道約 3.5 キロで、大正池かっぱ橋間とほぼ同じ距離ですが、かっぱ橋まで戻ってこなければならないので、往復約7キロのトレッキングになります。そしてここから先は春の上高地を代表する花々もたくさん顔を出し、午前中とはまた違った雰囲気を味わうことができます。
5月下旬ですと5種類くらいの花が咲いているようですが、いくつ探せるか楽しみです。早速現れた花はニリンソウちゃんです。花が2輪ずつ寄り添って咲くことが由来のようです。よく見ると確かに2輪寄り添っていて歌になりそうですが、視線は全くないのでやめておきます。この先にキャンプ場があるようなので覗いてみましょう。設備は整っていそうで広さも十分あります。私はキャンプをしないので分かりませんが、ここはすごいロケーションですね。おそらく夏の夜は綺麗な天の川が見れそうです。それにしてもこの山を登山するのは命がけですね。誰かが何かを演奏しています。雄大な景色を背景にぴったりな音色ですね。この左岸歩道は大雨の場合通行止めになることがあるようです。はい、そして2つ目の花を見つけました。おそらくですが、この花はオオカメノキだと思います。おまん、誰じゃ。他にも小さな花がさりげなく咲いていましたが、私は全く気づくことができず、元の嫁さんが見つけてくれました。気が利く嫁さんに感謝です。一応花図鑑で名前を調べたのですが、もし間違っていたらコメント欄にご指摘いただけますと助かります。上高地を歩いていると、たまに土砂崩れの跡のような場所があり、大自然の恐ろしさを実感できます。明神池までの道は少しだけ坂道になっていて、結構体力を使います。かっぱ橋からまたゆっくり歩くこと約1時間半。ようやく建物が見えてきました。ここを通ってこの先の明神橋を渡り、穂高神社へ参拝するようです。宿の前は休憩所になっていて、たくさんの人がくつろいでいます。じゃあ行っていいですか。17度です。この先に明神橋があるようです。明神岳に向かって橋が一直線にかかっていて、とても神聖な場所であることが実感できます。そしてこの澄んだあずさ川は遠く槍ヶ岳から流れてくるようです。明神橋を渡って左へ進むと明神池の標識があります。鳥居が見えてきました。上条嘉門次さんの碑の前にイワナやお蕎麦を食べることができる嘉門次小屋があります。お昼頃明神池に来る場合はありがたい食事どころですね。そしてこの先にトイレがあります。カフェもあるようですね。こちらが穂高神社奥宮です。それでは参拝しましょう。そしてこの奥に明神池があります。拝観料は1人500円です。中に入ると奥穂高岳山頂にある峰宮を遥拝する場所があり、順番にお参りすることができます。
それでは右岸ルートを通ってかっぱ橋まで戻りましょう。左岸ルートは花を見つけながら参道を歩きましたが、この右岸ルートはあずさ川沿いを川の流れに沿って下っていくので、支流が多く、また違った景色を楽しむことができます。たまに野生動物のうんちがあるので、踏みつけないよう注意が必要です。ではそろそろ万歩計を確認してみましょう。明神池から歩くこと約1時間、澄んだ水が悠然と流れる岳沢湿原に着きました。ここはかっぱ橋からも比較的近く、早朝もやが出るとエモい写真が撮れるとのことで人気のスポットになっているようです。上流側が穂高岳で、600山のふもとかっぱ橋方面に向かって流れています。はい、そしてかっぱ橋付近まで戻ってくるとお猿さんがお迎えしてくれました。かっぱ橋明神池間はゆっくり歩いて往復3時間半のトレッキングでした。はい、今回は春の上高地大正池から明神池までお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。休憩を除くと大正池から明神池へ、そしてかっぱ橋まで戻ってくるのに5、6時間かかった計算になります。ですが行く先々で全て景色が違い、単調な場所が全くないので、あっという間に時間が過ぎていきました。また上高地の絶景や原生林を見るのに危険な場所はほとんどなく、無理せずのんびり散策できるので、老若男女問わず楽しめる場所だと思います。私たちはこの後かっぱ橋前のホテルへ宿泊しましたが、日帰りでも十分行けると思います。ただし早朝や夕方に散策する場合は人気が少ないので、熊鈴を忘れずに携帯した方が安全です。それではこちら五千尺ホテル上高地のスイーツをお届けしてこの動画を終わります。次回の動画はこのホテルのスイートルームをご紹介する予定ですので、よろしければぜひそちらもお楽しみいただければと思います。またチャンネル登録高評価をいただけますと涙が出るほど嬉しいです。ご感想やご質問などもお待ちしておりますので、お気軽にコメントいただければと思います。それでは失礼いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。